本日はストラテジーとして投資の振り返りと自主移行のシナリオを私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめにこちらドル円になります。ドル円は今週ザラバに安値を捉え後に切り返してスパイクローで引きました。足元の相場ではこのように拡散された GMMA 各移動平均線の拡散からブルトレンドを維持しています。一方で直近の相場ではこちらの11月の5日週の陽線が前の週に対するインサイドを示して、さらにその翌週の経線がこちらの経線の高値のザラ場に上にブレイクがあったにもかかわらず反落したことから頭の差が際立っているというふうに見ています。ですから今週のスパイクローのサインを正当に評価、つまり強気であることを証明するためには、来週早急なこちらの上値に対する、回復及び終値の明確な高値の更新が要求されます。したがって自主移行の戻りの参考としましては、まずは今週の安値、こちらの147円の前半を再度試す動きがありましたら、比較的容易に割り込みも現実的であります。さらにその場合は GMMA の長期束及びメインの支持ゾーンへの、接触も視野に入れた上で、ストラテジーとしましては、上値の回復があるまでは当面様子見がベストであると考えています。次にユーロ円になります。ユーロ円は今週スパイクローで陽線引けとなりました。足元の相場では直近3週の経線がレンジのブレイクを達成して続伸となっており、先週の足はややスパイク回を持って頭の重さとメインの抵抗ゾーンにこのように示したわけですから、今週のザラバの安値トライ自体は自然であります。自主移行の焦点として今週のサインの踏襲がありましたら、やはり下よりも上に追っていく蓋然性が高いでしょう。その場合は165円の新規大台も目先のターゲットとしては有力視されます。そして反落がありましたら、今週の安値、こちら161円の中盤は支持が得られやすいというふうに見ています。一方、長期足見ますと、このようにやや行き過ぎ感否めず、いずれかのタイミングで下落の調整を想定しつつ、新規のエントリーはロット調整と余裕のあるロスカット幅を設定すべきと言えます。したがって自主移行のストラテジーとしましては、こちらのユーロ円はシンプルに押し目買いを狙いつつ反落のサインの有無を見届けたいと考えています。続いてポンド円になります。ポンド円は前の週の値幅を更新するアウトサイドと強気のリバーサルのシグナルが点灯されました。基調としましてはこちらもやはりブルトレンドの中で以前の動画から繰り返し申し上げてきたようにヘッド&ショルダーですね。こちらレクタングルで囲われたヘッド&ショルダー、こちらの形成上にブレイクありましたのが直近の10月の29日中の足であり、現在までこれを踏襲する形で直近の相場につながっているわけですね。その中で今週の足はザラバに安値トライ後の切り返し、そして若干ではありますが、スラストアップも確認されていることから、自主移行の相場で今週安値への再度接近がなければ、多少の調整や時間を要しても上にシフトされやすいというふうに思っています。そのような中で、戻りの参考としましては、こちらの8月の高値であるプライスが186円の後半は支持ゾーンとしての機能を果たしやすいと見ています。一方で先ほどのユーロ円同様に、こちらも長期足見ていきますと、GMMA の拡散がこのように急速に示されましたように、行き過ぎ感も否定できないわけですね。ですから強めの反落がありましたら、短期筋のレバレッジがかけられたロスカット、発動されて、一時的であっても下落のモメンタムに拍車がかかることも視野に入れたいと思います。これらのことから自主移行のストラテジーとしましては、上値追いよりも支持ライン付近での押し目買いをメインに相場を追っていきたいと考えています。最後にユーロドルになります。ユーロドルは今週値幅を限定しつつも、高値の更新、つまりスラストアップが観察されています。基本の構造としましては GMMA の収束から保ち合いになりますが、こちらの直近の10月の1日週、このスパイクローがフォールズブレイクアウトのサインを点灯後に、現在まで順調にこれらの強気シグナルを踏襲しているわけになります。そのような事例の中で、モメンタムが低下された背景としましては、こちら先週の大陽線が本物か否かを市場参加者が様子見しているためと言えます。そして自主移行の上値の参考としましては、この付近はちょうど本年度の4月示されました 1.11 の高値付近、この 1.11 の手前付近ですね、こちらと想定し戻りがあってもチャートに示されましたこちらのスパイクハイ、これが本年の2月のスパイクハイをもってすでにブレイクされているわけですから、この付近は支持が得られやすいと考えています。一方ですね、このように
現在の価格帯というのも非常に重要になっています。それはフィボナッチリトレースメントから読み取れるように、この付近が2021年の年初来の高値、こちらを起点として昨年の9月、最安値を結んだ下落の 50% ゾーン付近に位置していることからも、今週の頭を抑え込まれる展開としては自然であったと考えています。ですから今後の動きとしましては、目先のこちら先週の安値を割り込むことは困難であると見ています。ですから相対的にはいずれこちらの 61.8% ゾーンを目指していくでしょう。いずれにせよ現在は調整が維持されていることから、ストラテジーとしてはこちらも様子見をしつつ、他の主要通貨の動きを踏まえた上で相場観察を徹底していきたいと考えています。はい、最後にまとめになります。今週はおおむねクロス円の切り返し、つまり全面的な円安の継続が確認されました。とりわけこちらのユーロ円ですとか、先ほどのポンド円ですね。こういったものが長期足でいささかスピード超過ともいえるモメンタムを形成していることからも、何かしらの反落の予兆ですとか弱気のシグナルに特に注意しつつ、基本の戦略としましてはロングスタンス一貫していくべきと考えています。一方でドルストレートはドル円の切り返しが実証以降否定されるようなことがありましたら、やはり直近のこちらの底打ちが本物になる蓋然性をより一層強めるべくレンジの上限をトライしていくでしょう。しかしながらこの辺りは主要通貨であるドルの動きとセットで総合的な判断の上、今後もストラテジーを練っていきたいと考えています。時刻は11月の25日13時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。